おっさんがアストロニーアで検証していきます。今回は前回投稿した動画ミュージアム全自動300万の栽培施設の設営解説となります。ミュージアムの建造。ミュージアムは4カ所の提供エリアがあるので、建造後をイメージして建造する場所を選びます。ミュージアムは整地した場所に建造すると、後の作業が楽になります。建造の際、ミュージアム建造アンカーに近すぎると、建造可能な状態であっても建造できない場合があります。建造できない場合、少しだけ距離を取れば問題なく建造できます。ミュージアムをステージ2まで建造後に、メガプリンタープラットフォームが不要であれば、メガ分解デバイスで分解処理して整理します。栽培施設について。今回は、近接リピーターで種子を栽培、自動アームで収穫と提供を行います。栽培する種子は、収穫量が一番多いブーマルーンを選択します。種子の栽培と収穫は、近接リピーターの信号で行われ、ブーマルーン1株で種子が2個、もしくは3個収穫できます。地面に接している種子のみ近接リピーターの信号で再び栽培され、残った種子を自動アームで回収します。自動アームの設置。種子提供の効率を考え、自動アームは2台、もしくは3台設置します。自動アームに使うプラットフォームは、2台の場合は中型 T 字プラットフォームを採用、3台の場合は中型プラットフォーム C を追加します。ミュージアムの種子提供用のスロットに種子を提供するために、自動アームを設置しますが、タラック部分が障害になって自動アームがうまく設置できません。対策として、ミュージアムの土台部分を基準点にして、平坦モードで土台を整地します。対策後であっても自動アームの範囲外になりますが、提供用スロットに中型ストレージを設置することで、自動アームの範囲内に収まります。近接リピーターの設置。近接リピーターを設置して栽培する場合、収穫時に種子が散乱する対策として、地面を掘ったり囲ったりして散乱を防ぐ必要があります。自動アームを配置した土台を慎重に整地して、栽培エリアを調整します。超大型センサーキャノピー2台で囲う場合、自動アーム2台の場合、近接リピーターを1台使用します。2つの自動アームの取得範囲の中央に近接リピーターを設置して、ボタンリピーターと遅延リピーターを組み込みます。超大型センサーキャノピーの仮配置を行います。近くにローバーシートなどの乗り物を忘れずに用意します。超大型センサーキャノピー1台を近接リピーターを中心にして、栽培エリアを半分覆うように設置します。もう1台を隙間なく合わせるように配置します。問題なく配置できたら、1台戻して種子を配置していきます。種子は配置してから5分で消失してしまうので、注意が必要です。種子を広く配置すると、超大型センサーキャノピーを再度設置する際に、障害となって設置できなくなる場合があるので、近接リピーターの近くに集中させます。種子の配置が完了したら、超大型センサーキャノピーを元の位置に戻し、乗り物に乗り込んで脱出します。
2台の超大型センサーキャノピーを固定したら、ボタンリピーターを作動させ、栽培を開始します。数回収穫と栽培を繰り返したら、自動アームを起動させ、種子の提供を行います。電源ケーブルは、電力スイッチを仕込んだものを先に設置しておくと、管理が楽になります。自動アーム3台の場合、近接リピーターを2台使用します。真ん中の自動アームの範囲の左右に、お互いの範囲に入らないよう注意して配置したら、ボタンリピーターと遅延リピーターを組み込みます。超大型センサーキャノピーの仮配置を行います。近くにローバーシートなどの乗り物を忘れずに用意します。種子の配置は、奥にある近接リピーターの近くに多めに配置します。種子を広く配置すると、超大型センサーキャノピーを再度設置する際、障害となって設置できなくなる場合があります。種子の配置が完了したら、超大型センサーキャノピーを元の位置に戻し、乗り物に乗り込んで脱出します。2台の超大型センサーキャノピーを固定したら、ボタンリピーターを作動させ、栽培を開始します。数回収穫と栽培を繰り返したら、自動アームを作動させ、種子の提供を行います。電源ケーブルは、電力スイッチを仕込んだものを先に設置しておくと、管理が楽になります。くぼ地の中で栽培する場合、自動アーム2台の場合、近接リピーターを1台使用します。2つの自動アームの取得範囲の中央に近接リピーターを設置して、自動アームの土台から平坦モードで近接リピーターの範囲を囲うように設置します。近接リピーターの範囲を掘り下げても良いのですが、自動アームは低い位置から拾う作業が苦手なので、掘り下げすぎないよう注意が必要です。囲い終わったら、近接リピーターを移動させ、地面を少しだけ掘り下げて整地します。整地が終わったら、近接リピーターを戻し、ボタンリピーターと遅延リピーターを組み込みます。種子をまんべんなく配置したら、ボタンリピーターを作動させます。種子が収穫できたら、囲いの周囲にブーマルーンを栽培して垣根にします。垣根を栽培中に、プレイヤーが重なって移動ができなくなる場合がありますが、ブーマルーンを収穫するか、ローバーシートなどの乗り物に乗り込むことで脱出できます。垣根が完成したら、自動アームを作動させ、種子の提供を行います。自動アーム3台の場合、近接リピーターを2台使用して運用しようと試みましたが、何度試しても近接リピーターが植物に押されて移動してしまうので、断念しています。自動アーム2台の場合、1時間で6万以上、3台の場合、1時間で9万以上、ポイントが提供可能です。いかがでしたでしょうか。移動制限はあるものの、少量の資源で種子の栽培から提供までの自動化が可能になります。この栽培方法は、頑固かぼちゃなどの栽培にも応用可能です。イベントの際に、ぜひお試しください。それでは皆さん、良い冒険を。